皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125エンジン不調アフターファイヤー編。前回の企画ではいろいろな方法でシリンダー内を洗浄したわけですが、添加剤を目安量より倍入れたらアフターファイヤーが。ところがその後添加剤をやめたのになんか調子がおかしいぞ。これは何かありそうだ。最後までゆっくりしていってね。さて、始動性は止まった。エンジンはかかるけど安定しない。手を離すと止まる。やっとシリンダー内洗浄規格が終わり、添加剤の抜けた通常のガソリンに戻り、シリンダー内もきれいになったはず。しかし前ほどではないとはいえ、アフターファイヤーもまだ続いている。アイドリングですぐエンジンが止まり、添加剤の難燃性 PPA が原因かと思っていましたが、どうも違うようです。だんだんエンジンもかからなくなり、とうとうバッテリーを使い果たしました。なんか燃料が来ていない気がします。それでは一つずつ見ていきましょう。まずはプラグから確認してみます。エンジンの燃焼具合はプラグに焼け方としてメモリーされています。白い、真っ白になっています。やっぱり確実に燃焼が薄いようです。軽く掃除をして整えます。白く焼けていたので問題ないと思いますが、一応ついでに火花の飛びを確認します。よく見えないけど火花は飛びました。映りが悪いのでテスターでもう一度。よし、OK。エンジン始動の3大原則。正しい圧縮はあるかな？型。よし、OK。正しく燃料がキャブまで落ちてくるか、
不圧燃料コックを確認するため、ホースに疑似的に不圧をかけてみます。燃料受けとシリンジを用意。燃料ホースを外して容器に刺して、出てくるガソリンを受け止めます。インマニから不圧ホースを外します。ちょっと待てよ。軽く引っ張っただけでちぎれた。どうやら経年劣化で亀裂が入り、ここから二次エアーを吸っていて、燃焼が薄かったようです。もしかすると燃料も落ちてきていなかった可能性もあります。不調の原因はこれだったようです。念のためシリンジで不圧をかけて、不圧燃料コックの点検もしておきます。ガソリンが落ちてきました。とりあえず正しい燃料はキャブまで来ていたようです。燃料ホースを元に戻し、ちぎれた不圧ホースの断面をカットして再使用します。不圧をかけてガソリンをキャブへ。短くなったホースを引っ張ります。ところが長さが足りず届きませんでした。仕方ないのでホースを取り替えます。シート下のカウルを少しめくります。不圧燃料コックが見えました。インマニから来ているホースを抜き取ります。同じ太さのホースを見つけてきました。冷却経路のバイパスホースです。軽く中を洗っておきます。差し替えます。まさか今回不圧ホースがあんなことになっているなんて想像外でした。本当、旧車は何が起こるかわかりません。よし、オッケー。インマニ側も差し込みます。よし、オッケー。それではエンジンをかけてみましょう。果たして治ったかな？
ーツホースの気絶で右エア封印。一件落着のようです。アイドリングも安定しています。吹き上がりも問題なし。しばらくアイドリング後、プラグの焼け方も見ておきましょう。いい色に焼けてますね。少し走ってみましょう。もう一度プラグを外して圧縮圧を測ろうと思います。単位は気圧またはバールです。プラグ同サイズのアタッチメント装着。このエンジンの総走行距離3万キロに達し、カーボン除去の節目に記録しておきます。漏れないようにしっかりと接続。燃料を止める場合はキャブを外しセルを回しますが、とりあえずキャブをつけたまま一般的な方法でアクセル全開でセルを回します。標準排気圧はほぼ1バールです。前回1万7000キロ時点で11気圧でした。定値も11気圧のようです。赤い数値を読み取ります。10.5 気圧くらいでしょうか。残念ながら少し下がったようです。今度はキャブを外したらどうなるか気になったのでやってみます。反対側に回って後ろに引いて外しました。さっきと同様に接続してスロットルは関係なくなったのでただセルを回します。10.9 気圧くらいまで頑張りました。バッテリーの状態や気温も
関係してくるので上々だと思います。さらに2万キロぐらい走って、また暖かい季節になったらバッテリーを新品にして測ってみようと思います。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。